どうもお久しぶりでございます。ヌプリンでございます。にゃーということで、ちょっと猫のマスクをね、つけてみました。うさぎのマスクが本当は良かったんですけど、それなかったので、今回、猫ちゃんのにしました。とですね、お知らせがございまして、もっちゃんのですね、ホーランドロップのもっちゃんの左目がですね、見えなくなってまして、今、検査を受けてる最中なんですけども、検査の結果待ちなんですけども、もっちゃんのですね、左目の白目が赤くなってまして、なんだこれっていうことで、まず最寄りの動物病院に行きましたところ、眼紡錘というものが正しく排出されておらず、目が、突出してきていると、飛び出てきていると。で、眼圧も高くなっており、そのために、視力が、低下してで見えなくなっているのではないかという受診結果でした。眼紡錘というのは虹彩の血管から、出てきて、それで水晶体と角膜の内側を満たす液体のことです。それが本来であれば静脈から排出されるんですけども、それが排出されないことによって眼圧がどんどん強くなっていって、目が飛び出してきていると。で、目も歪みますから、そのために視力が低下し見えなくなっているとのことです。それで眼圧を低下する目薬をもらいまして、で点眼していましたところ、眼圧が低下することによって視力がちょっとずつ回復してきました。それでしばらくしてその目薬を使い終わったものですから、そのままにしておきましたところ、久々にですね、爪切りをしに行きまして、病院についでに目も見てもらったんですよね。その前の受診の時に、視力が回復しておりまして、でこれは完治したなと思って喜んだんですよ。治ったなと思って。で爪切りの時にもう一度見てもらったところですね、視力がなくなっていると絶望的なことを言われてしまいました。でまた眼圧も高くなっていて、通常であれば眼圧、18ぐらいだと思うんですけど、通常18のところを50あると言われました。でそこからまた、眼圧を下げる、目薬をもらいまして、せっせと目薬をしていきまして、ただですね、また、なんか再発して不安だったので、ちょっと電車で1時間20分ぐらいかかるんですけど、地図の避妊手術もしたことがある、エキゾチック専門医、そちらにですね、行きまして、もっちゃんを、受診してもらいました。そうしましたところですね、いろいろな検査をしてもらいまして、レントゲン検査で、横、上、顔の横、上、あと前ですね、あと万歳したところから正面からかな、それもやってですね、体の中とかお顔の中にですね、腫瘍があった場合はそれが悪さをして、眼圧が上昇して緑内障、白内障になる場合もあるとのことだったんですけども、それはレントゲン検査で否定されました。あとパスツレラ菌というものがありまして、それもですね、緑内障の発症になるとのことです。それは目を見てもらって、目やにとか涙とか全く出てなかったので、パスツレラ菌は違うだろうということで、それも否定されました。あとですね、エンセファリトゾーンっていう寄生虫があるんですよ。もともと潜在的に 40%、ウサちゃんの全てのウサちゃんの、40% 以上潜在的にいるであろうと言われているエンセファリトゾーン症という寄生虫ですね。そちらを疑われました。で血液を抜き取られまして、近々その結果が出ますので、その結果を聞いてエンセファリトゾーン症だった場合は、そのお薬を1ヶ月間投与してもらい、それで治るということです。ちなみにですね、エンセファリトゾーン症とかパスレラ菌っていうのは斜頸っていう症状があるんですけど、それを引き起こすとも言われています。体がこうローリングっていってのたうち回る症状ですとか、首がですねギギギッとこう最大90度まで回る症状が発症されるその原因の一つとされています。そのエンセファリトゾーン症に関してもパスツレラに関しても両方とも薬がありまして、
治すことができます。ただしですね、それによって発症した緑内障、それが治るかどうかっていうのはまた別の話みたいなので、とにかくその原因となる、進行させている、症状を進行させている菌ですとか寄生虫、それを駆除するのが鮮血ですね。で、原因不明という場合もあるそうです。その場合に関しては、もちゃくんには、眼圧低下をする目薬を生涯打っていくのかなっていうところですね。かわいそうですけど。でもしその緑内障、白内障が悪化していきますと、網膜剥離ですとか、痛々しい状態になって本人も激痛が走るそうです。その場合に関しては最悪眼球摘出という方法を取るそうです。またですね、神奈川県に緑内障、白内障を手術で治療してくれる病院を見つけました。はい。で、今かかっているエキゾチック専門医に関しては、エンセファリトゾーン症やパスレラ菌を、薬で除去してくれると、治してくれるということです。ですので、一応道は明るいかなと思っております。数少ないですが治してくれるところがありますので。で、今回もちゃくんはエンセファリトゾーン症であった方がいいかなと思います。というのもお薬で治りますので、それで解決したいなと思うんですよね。もし違った場合は、原因不明で、眼圧低下の目薬をしながら経過観察になってしまいますのでね、それよりかはもう原因をきれいさっぱり治してしまった方が、私的にももっちゃん的にも気が楽かなっていうところですね。はい。そうだ、こちらなんですけど、よくわかるうさぎの健康と病気、こちらの本すごいおすすめです。これですね。これ病気単位で詳しく書いているんですよね。いろんな病気があってすごくわかりやすくて、で今回もここにも白内障のことが書いてあって、すごい勉強になりました。で、その他の目の病気やトラブルとかも書いてるんですよね。白内障と緑内障、ちょっと読ませていただきますけども、緑内障、眼球の中を満たしている液体である房水が適正に排出されず、そのために眼圧が上昇して目が突出し、最終的には視力を失う病気です。ニュージーランドホワイトの遺伝性疾患として知られているほか、ブドウ膜炎が原因で起こることもあります。緑内障は残念ながら完治することは困難ですと書いてあります。ちなみにですね、その神奈川県の、白内障を治療してくれる、手術で治療してくれる病院のホームページを見たんですけども、どうやって手術するかっていう、ちょっと待ってくださいね、もっちゃんが後ろに入っちゃった。もっちゃん、その神奈川県の目の手術をしてくれるところがどうやって手術をするかってことなんですけども、まず、外科用の顕微鏡と特殊な器具を使って、手術するんですが、角膜を3ミリ切開し、水晶体の、全脳の膜を取り除きます。次に水晶体を破壊。で、そこから、水晶体の中の濁った眼紡錘を吸い取り切ります。そして洗浄。で、最後に角膜を縫合して終了です。もう物理的に濁った、眼紡錘を吸い取って、きれいにするということですね。で、眼紡錘に関しては虹彩にある血管から新たに注入されますので補給されます。でですね、エキゾチックの専門医の先生にですね、緑内障とか白内障になる、流れ、きっかけというものを聞いてきました。うさぎさんって膿が溜まりやすいらしいんですよね。で、顔に膿が溜まった場合は目が圧迫されて、障害が出る可能性がある。その障害というのが目が飛び出してきたり充血したりとかですね。その結果、緑内障とか白内障に移行していくパターンがあると。で、歯が悪くても膿が溜まりやすくなっちゃうので、
噛み合わせが悪い子は膿が溜まって白内障緑内障に発展してしまう可能性があるそうです。あとは稀なんですが糖尿病で目に障害が出ることもあります。で現在のもちゃくんの状況なんですけども、白内障と緑内障の初期とのことです。でそのエキゾチックの専門医なんですけど、高いかと思うじゃないですか。逆に安いんですよ。レントゲンを合計5枚かな、5枚取って血液検査もして診察料もあって、1万8000円かな、1万8000円だったんですよね。普通の動物病院だとおそらく2万5000円はいっちゃいます。とにかくレントゲンが高いんですよね、普通の動物病院ですから。普通の動物病院だとレントゲン1枚で3000円とか、2000円とかだったりするのかなと思うんですけど、で普通の動物病院って結構うさぎさんに対して診察が誤診される場合があるんですよね。全部が全部じゃないと思うんですけど、今回動物病院の方に、眼圧を低下させる点眼薬の他にですね、ヒアルロン酸の点眼薬もいただきました。でそれは何で点眼するかといったら、眼圧を低下する点眼薬がとても強いので、ヒアルロン酸で中和しようみたいなことみたいですね。でそれをエキゾチックの先生に言ったところ、それは必要ないと。ヒアルロン酸の点眼薬は全く必要ないのでやる必要はありませんと。もしやりたければ気持ちの問題でやってもいいですが、全く必要ないですよっていうふうに言われました。だから必要ない薬も出されちゃうんですよね、普通の動物病院は。だからできるだけエキゾチックの専門医があればそちらに行った方が良いかと思います。でエンセファリトゾーンっていうのは、潜在的に40% 以上のウサちゃんがもう持っているとのことなんですけども、潜在的なので全てのウサちゃんが持っていても発症するわけではありません。なんかストレスですとかね、気温の変化、外で工事がうるさかったりとか、急激に寒くなったり暑くなったりすることでストレスがかかってエンセファリトゾーンが発症してしまうっていうパターンがあるみたいです。思えばですね、もっちゃんの目がおかしくなる前に外で工事がしばらくあったんですよ。ドカドカうるさくて、平日だけ。それも関係してるのかなとか、あとは急に寒くなったんでね、それでもっちゃんにストレスがかかったのかなという気もします。でエンセファリトゾーンはおしっこで他のウサちゃんに感染するそうです。ですからうちみたいに多頭飼いのお宅はですね、できるだけウサちゃん同士をくっつけないようにするのがいいみたいですね。おしっこがちょっと飛び散って、他のウサちゃんが舐める場所に当たってしまったりとか、ご飯箱に入ってしまったりとか、そういうことで感染してしまうそうです。ですからおしっこをしたら、できるだけきれいに拭き取ってあげて清潔にしてあげることが大事だと思います。あとストレスをかけないことですね。で思ったのが、エキゾチック専門医の先生っていうのは全てにおいてはっきりしてるんですよ。これは違います、これはそうですとか、こうなった場合は原因不明ですのでこうしましょうとか、全てはっきりしてるんですよね。普通の動物病院ですと結構しどろもどろだったり、ってこう首をかしげてたり、先生自体が知識が足りていなくてどうしたらいいか分かんないっていうような対処の仕方をされる場合が多いかなって思うんですよね。で今回その動物病院の方で、検査してみようという話も出ませんでしたし、このままエキゾチックの専門医に行かなかった場合はおそらく何の対処もされず眼圧低下の点眼薬をもらい続けて終了だったのかなと思います。もしこれで現在もちゃくんがエンセファリトゾーンに寄生されていた場合はですよ、もう確実に悪化しますからね。確実に悪化していって、で目のその視力低下だけじゃなくて脳の中に寄生虫がいて暴れた場合は斜形になってしまうんですよ。斜形になって、大変なことになってしまうので、やっぱりなんかおかしいなと思った場合はエキゾチック専門医に行かれた方が確実だなと思いました。あとですね、
前回のロング動画の方でちょっとこれもっちゃん、いやー、もっちゃんと地図がね今でもこう喧嘩しちゃって、喧嘩っていうかもっちゃんは仲良くしたいみたいなんですけど、一方的に地図にね拒絶されてしまってね、ちょっと悲しいね、お兄ちゃんなのにね。でね、あとこれ見てください。これメルカリのうさごさんという方がいらっしゃるんですけど、その方に手編みで作ってもらいました。でね、ここも改良してもらって、もっちゃんちょっと大きなうさぎさんなんで 2.2 キロぐらいあって、耳がすっぽり楽に入るようになって改良して作ってもらいました。こう紐できつくできたりもするんですけど、このとんがり棒押すとベレー帽、はい、あとですね、この帽子ですね。これも可愛いですね。あとこれね、うさごさんにおまけでつけてもらいました。リボンですね。これは地図にあげました。でツイッターの方にですね、これらの帽子を写真でアップしております。もしツイッターをフォローしてくださってない方がいらっしゃいましたら、もしよかったらですね、ツイッターの方をフォローしていただければフォローバックもさせていただきますし、こっちのねとんがり棒とかこういうのをかぶったもっちゃんと地図の写真も掲載しておりますので、よかったら見ていただけたらなと思います。ツイッターの方に動画もね上げていたりもするんですけど、最近はツイッターと YouTube のショート動画を連動させて上げていたりもします。よかったらツイッターの方もねフォローしていただけたら嬉しいですね。はい。で、まとめですけども、こちらの本2400円プラス税なんですよね。だからお安くはないんですけども、これ1冊あればね、なんか迷った時、この症状なんだろうなって迷った時に、辞典のように見れるのでとってもおすすめです。うさぎさんを飼ってらっしゃるご家庭にこの1冊いかがでしょうか。悩みもね、これがあれば、ある程度解決するかなと思います。普通の動物病院に行くべきか、それともエキゾチック専門医に行くべきか、その指針にもなると思いますので、こちらはとってもおすすめです。ただ2400円プラス税という値段なので、ちょっとお高いかなとは思うんですけども、値段に見合った価値がある本だと思います。これはとてつもなくおすすめです。とてつもなくです。ではもっちゃんのその検査結果なんですけども、近々出ますので、それについても追って動画を上げさせていただきたいと思いますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。それと余談なんですけども、いやここ1年いろいろありました。更新のスピードも毎週1回上げていたのがもうだいぶね3ヶ月に1回とかになってしまって、で今から1年前ですね、私の実の父が認知症になってしまって、なんかうちのお母さんから突然お父さんの様子がおかしいって悲鳴にも近い連絡が来て、なんだと思ってお父さんのとこに行きまして、で認知症じゃないかっていうことで病院に連れて行って検査したところMRI 検査で脳の断面図を取ったんですよ。そしたら脳が萎縮していて、これはアルツハイマー性の認知症であるとお医者さんに認定されました。それからいろいろと走り回って、役所とか行ったり、ヘルパーさんをどうするかとか、いろいろやりました。調べて、で父の家がゴミ屋敷になっておりまして、でそれの片付けとか、いらないものを引き取ってもらう業者に頼んで、トラックそこそこ大きなトラック半分ぐらい埋まるぐらいぎゅうぎゅうに詰め込んで、で引き取ってもらったりとか、いろいろありました。で父がねそこそこ貯金してたはずなんですけど、
なんか残高が1600円とかになってて、で年金が出るまでまだそこそこあったんですよね。でこれじゃ生きられないっていうことでお金も渡して、で銀行にも行って、本人はなんでお金がないか分かんないって言うんですよね。もちろん忘れてるから分からないって言うと思うんですけど、でもそれで銀行の方にも協力していただいて、なんでお金がなくなったのかっていうのをその履歴を遡って書面で出してもらうっていうことで、書面で出すとも1週間ぐらいかかるんですよね、昔のやつだと。で3年4年ぐらいまで遡って調べまして、でね、謎の引き出しが1回80万とかそういう単位でガンガンこう引き出されてて、で本人はそれ知らないって言うんですよね。でももう認知症ですと、騙されてても全く理解もできないでしょうし、それはもうどうしようもないなって話で、しょうがないなっていうことでそれは終わったんですけど、でもうほんとここ1年いろいろありました。なんか私自身もね、最近ちょっと働いてる会社の雲行きが怪しくて、働く時間がちょっと少なくされてきたので、その分動画も撮れるかなっていうふうに良い方向で思ってるんですけど、これからももうちょっと働ける時間が少なくなってしまうので、その分動画の方に力を注いでいけたらなと思っております。でまたもっちゃんのことを動画でお伝えしようと思います。Twitter の方でもその結果を、お伝えしようと思いますので、Twitter の方もしよかったら見てください。フォローしなくても見てくだされば、写真とかも見れると思いますので、よろしくお願いいたします。よかったら高評価と、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録の方していただけたらありがたいです。今後も動画どんどん早めにですね、できるだけ早くアップしていけたらなと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。ではここら辺で失礼しようと思います。ありがとうございました。